皆さんおはようございます。こんにちはこんばんはおやすみなさい。今回はいつもとは180度違う動画スタイルでお送りします。早速本題に移りたいと思いますが、今回の動画内容は、天才 AI、チャット GPT に、にゃんこ大戦争について色々聞いてみた、という内容の動画です。はじめに、チャット GPT について、軽く紹介しておきましょう。チャット GPT とは、オープン AI 社が開発したチャットボットです。質問や雑談などを投げると、AI が回答してくれる。そんなサービスの一つに、チャット GPT というものがあります。AI といっても性能は様々。今回の用いるこのチャット GPT は、特に高性能なため最近注目を集めているのですが、今回はその天才 AI に、にゃんこ大戦争について、どれぐらい知っているのか、色々聞いてみましょう。まず最初はジャブでこの質問。にゃんこ大戦争ってゲームを知っていますか？そしてこの質問に対する AI の回答はこちら。はい。私は、にゃんこ大戦争というゲームを知っています。それはポノスによって開発された iOS および Android 向けのタワーディフェンスゲームで、プレイヤーは様々な種類の猫を使って敵を撃退することが目的です。ゲームは戦略性とユニークな猫の能力によって、多くの人々に人気があります。しっかりとした回答、さすがにこれぐらいはわかっているようですね。ではもう少し詳しいところまで喋れるのか聞いてみましょう。にゃんこ大戦争とは、ポノスが開発したスマートフォン向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは可愛らしい猫たちを使って侵略してくる敵から自分の拠点を守ることが目的です。プレイヤーはステージに出現する敵を倒しながら経験値やお金を集めて猫たちを強化していきます。猫たちにはそれぞれ得意な攻撃方法や特殊能力があり、プレイヤーは猫たちを組み合わせて戦略を練りながら進めていきます。またゲーム内にはレアな猫たちが存在し、手に入れるためには一定の条件を満たす必要があります。そのためコツコツとプレイを続けることが求められます。スーパー早口でもこの分量、しっかり長文で返ってきました。お金を集めて強化という点は少し気にはなりますが、大きく間違っているところは特にないですね。では最近の話題から、次はこの質問。新レジェでゼロルーザが出てくるステージ名はどこ？ AI の回答はこちら。お、これは良さそうな回答。新最終決戦。猫と魔女と神々の塔が新レジェンドストーリーの最終ステージで、その中で、超生命体ゼロルーザが登場します。このステージはにゃんこ大戦争の中でも最も難易度が高く、多くのプレイヤーにとって厳しい挑戦となっています。ちょっと何言ってるかわかりませんね。いやしかし天才 AI 様の回答、今後実装されるステージをすでに予測済みなのかもしれない。私たちがあの戦いで新レジ完結だと思い込んでいるだけで、実は全てフェイクかもしれない可能性がありますね。未来に関する質問は合っているかわからないので、今度は過去に関する質問をしてみましょう。新レジェンドストーリーの一番最初のステージは、伝説の始まりです。このステージは、伝説の勇者たちが語り継ぐ物語の始まりを描いています。プレイヤーは、伝説の勇者たちを育成して強大な敵と戦いながら物語を進めていきます。おお。正確には新、伝説の始まりですが、まあ伝説の勇者をレジェンド EX 組と捉えれば合ってるかもいかやく。ちなみに AI の回答で良いところは、頭が良いだけでなく、回答に主観が含まれづらい中立的な意見であることが一つです。その性質を利用して、次は主観が含まれやすいような質問をしてみましょう。ズバリこの質問を投げてみたいと思います。にゃんこ大戦争の最強キャラクターって誰ですか？ありがちな黒キャスか、または大凶ゴムとでも答えるのか、はたまた大穴のキャラをついてくるのか。さて AI 君の回答は誰だ？にゃんこ大戦争には様々なキャラクターが存在しますが、最強キャラクターは存在しません。なぜなら、それぞれのキャラクターには得意な敵や使い方があり、また、ステージの難易度や敵の種類によっても最適なキャラクターは異なるためです。むしろ、にゃんこ大戦争では、複数のキャラクターを組み合わせることで、強力な編成を作り出すことができます。それぞれのキャラクターが持つ特性やステータスをうまく活かし、相性の良いキャラクターを選んで編成することで、より強力なチームを作り出すことができます。
試すような真似をしてしまい、この度は大変申し訳ございませんでした。まさかこんな素晴らしい回答をするとは、さすが天才 AI ですね。質問の回答、理由、補足と、ただ、最強はいない、という回答だけで終わらせない素晴らしさ。恐れ入りました。この回答ができるなら、さっきの新レジェの質問ももしかしたら、ですね。一旦休憩してて前回の質問から30分ぐらい空きました。ちょっともう一度同じ質問をしてみます。にゃんこ大戦争には非常に多くのキャラクターが登場しており、最強とされるキャラクターもプレイヤーによって異なる場合があります。ただし、一般的にはアイアンクラゲとウボンが最強キャラクターとして知られています。アイアンクラゲは、敵を攻撃する際に遠距離から攻撃することができ、また耐久力も非常に高いため、敵の攻撃を受けてもすぐには倒れないという特徴があります。さらに、攻撃力も高く、ハイ攻撃ができるため、多数の敵を一度に攻撃することができます。一方、ウボンは、敵の進行を遅らせることができるため、プレイヤーにとって非常に有用なキャラクターとされています。また、高い攻撃力を持ち、攻撃範囲も広いため、敵を一掃することができる場合もあります。ただし、ネコダセットにおいては、最強キャラクターを持っていたとしても、戦術や決断によっては処理することができない場合もあります。最強キャラクターを使うときには、貯金をした戦術を解くことが重要です。いや前回の、最強は存在しないって回答どこ行ったねん。そしてアイアンクラゲとウボンって誰や？まさか今後実装されるキャラ、そしてそれが最強キャラになることをすでに予知している。ちなみにウボンと Google 検索しても、体に関するものぐらいしかヒットしませんでした。アイアンクラゲも同様に謎ですね。鉄クラゲなのでなんとなく想像はできそうですが、せっかくなので、今後実装されるであろうアイアンクラゲとウボンの入手方法について聞いてみましょう。アイアンクラゲとウボンは、にゃんこ大戦争のレアキャラクターの一部で、手に入れる方法はいくつかあります。1、ガチャから手に入れる。アイアンクラゲとウボンは、レアカプセルや、レアカプセルなどのガチャで手に入れることができます。最強キャラはさすが確に無率は比較的課金では手低めに設に入れられ定されているのないで、数回にわたって試みる必要があります。2、イベントステージを攻略する。アイアンクラゲやウボンは、時々開催されるイベントステージで手に入れることができます。あれ、これらのステージは、イベントステージドロップ期間でもゲッ限定でトできるの？出現することが多く、クリアするとレアキャラクターが報酬として入手できることがあります。3、周年記念キャンペーンなどでプレゼントされる。にゃんこ大戦争では、アプリ配信の周年記念キャンペーンなどで、レアキャラクターがプレゼントされることがあります。その際には、アイアンクラゲやウボンが手に入ることがあります。4、トレードで手に入れる。時々、にゃんこ大戦争のプレイヤー同士が、トレードでキャラクターを交換することがあります。もしあなたがアイアンクラゲやウボンを手に入れたい場合は、トレードを行うことで手に入れることができます。以上が、アイアンクラゲとウボンを手に入れる方法の一例です。ただし、どの方法も手間やコストがかかることがあるため、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。今の時代の常識が全く通用してないキャラのようですね。レアガチャ排出だけど無課金ドロップ&配布もされるキャラ。ということで皆さん、天才 AI 曰く最強キャラはアイアンクラゲとウボンだそうです。実装時はぜひ狙っていきましょう。以上です。